的なダジョンです。今回はね、こちら、インビジブルタワー2つ真ん中にね、置かれてタウンホール孤立みたいな、こういうタイプの配置、最近流行ってますよね。こういった配置の攻略法というか、インビジブルタワーの攻略法参戦ということでね、3つ紹介しようかなと思います。ルートライダーラッシュが流行ってるっていうところで、防衛施設の方がここで隠れてしまうので、中心部ではなく、外周部をぐるぐるルートライダーが回ってしまうよっていうのが、この配置のコンセプトになってて、いろんなパターンとして、いろんな配置多分見たことある人も多いんじゃないかなと思います。で、取り方を知らないと、この配置って適当に取れても再現性が低かったりとか、逆にこの取り方さえ覚えちゃえば毎回同じようなルートでね、この戦術で取れるようになるので、今回はインビジブルタワーのね、攻略法を3つ紹介しようと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでね、一つ目はウッドランチャーの紹介をしていきたいと思います。ランチャーがね、このインビジブルタワー2つを解除するのにはもってこいで、今回はクイヒーで紹介するんですけど、クイヒー以外のユニットじゃないわ。いいのか。クイヒー以外のユニット構成で組んでも全然 OK です。ルートライダー編成だったりとか、ラバルだったりとか、いろんなやり方でこのウッドランチャーを使ってタウンホール真ん中のインビジブルタワー2つっていうのを攻略する配置を、アタックをね、最近見かけるようになったなって感じですね。ランチャーのいいところ、やっぱゴロゴロ転がすことによって、この辺のインビジブルタワーをね、事前に解除できるところっていうのが強いのと、シンプルにインビジブルタワーだけじゃなくて、他のね、施設に対しても、防衛施設に対しても、ダメージを入れることができるっていうところが強いところかなと思います。このままね、ちょっとクイーン、僕はこの配置こうやって合流する形で取ろうとしてるんですけど、ルートライダーとクイーンを合流することで、ヒーラーを一緒に進めて、みたいな感じで、サイドカットのルートライダーとかも作ったんだけど、ちょっとね、これはね、本体で取った方が良かったですね、ダメージ。外周部のルートライダーにダメージ取らせちゃったのがもったいないところ。取り直せばいいところなんですけど、そのままって感じで、ウッドランチャーにもトーマがかかるように入れてあげて、そうするとインビジブルタワー2つがこうして解除ができるんですよね。これがめちゃくちゃ強くて、ここに対してキングを中心に入れていく。マルチ IT もランチャーのダメージだけで突破することができました。インビジブルタワーとかも壊れてるね。タイミングによっては奥のインビジブルタワーも壊れる回とかも生まれたので、そういうやり方いろいろ試してみればいいんじゃないかなと思います。で、キングはね、ジャイアントガントレットやっぱ中心部強いので、この辺、キングとシューターの中身だけでね、突破ができちゃうんですよね。シューターじゃないわ、ランチャーだ。あと地味にランチャーがこの前新レベル来ましたよね。あれによって持続時間も長くなってちょっと強化も入ってるので、その辺もちょっと使いやすい部分の一つかなと思います。最終的にはね、呪文もかなり余った状況、キングの方が普通に単独で突破することができましたね。オーバーグロー一応使ってはいるんですけど、オーバーグロー持ってない人の方が多いと思うんで、そうなった場合はもう1枚、レイジーがだから3枚ぐらい余ってるような計算になるかな。あとはフリーズとかを適当に打ってあげてもいいしって感じで、呪文は余ってるんで、真ん中突っ込んだユニットとか、キングとかにね、打ってあげてもいいかなっていうところで、僕は配置によってはね、キングにレイジを打つパターンの配置も、今回の配置は違うんだけど、別の配置だと使ってます。結構ね、外周部にユニットがぐるぐる回るので、レイジーいらなく火力低く回れるんだよね。中心部がやっぱ火力高いので、中心部に呪文使いたいっていう風になると、突っ込んだキングとか、ランチャーの中身でね、使ってあげるっていうのは一つ攻略の方法かなと思います。2つ目はこちらですね。ジャイアントアローです。ジャイアントアローを使うことで、このインビジブルタワー2つを解除していくっていうやり方になります。今回は、バタングとのね、ナビの対戦のアタックで、1本ね、事前にアタック紹介はしてるんですけど、動画になってるアタックなんですけど、このアタック以外でも、世界大会予選とか、他のところでもちょくちょく使われてますね。このインビジブルタワーを解除するためだけにジャイアントアローを採用するっていうところ。これに関してはレジェンドリーグとかでやるようなやり方ではないですね。完全にね。ジャイアントアローを持ってる人しかできないやり方なので、対戦とか、クランリーグとか、そういう時に向いてるやり方になるのかなと思います。編成はもう合わせるものは何でもいいんですよね。ジャイアントアローをぶっ飛ばすことで、アローのダメージを真ん中に飛ばしていくことで、タウンホールのところダメージ入るので、インビジブルタワーが解除できるみたいなやり方になってまして、で、ここちょっとね、以前も触れたんだけど、インビジブルタワーの、インビジブルとオーバーグローが被ると、こういう死人バグが起きちゃうらしいので、っていうので、今回、どっちが先に上がってるかわかんないんだけど、4月のアップデートでこの死人バグも治るそうです。こういう時しか見たことないようなバグですよね。うん。インビジブルタワーの解除法としてはこれもまた一ついいことですよね。インビジブルタワーって結論ダメージを与えないと解除ができないんですよ。
その方法として、かなり遠距離なジャイアントアローをぶっ飛ばすっていうやり方だったり、ウッドランチャーで転がして解除っていうところ。で、もう一個最後にね、別のアタック紹介していきたいかなと思います。これもね、なかなか珍しい解除方法だったので、最後のアタックはね、野良対戦で対戦相手がやってきたやり方ですね。まずはちょっと関係ないところを飛ばしていきつつ、前回にはね、残念ながらね、ならなかったアタックなんですけど、これを応用すれば全回取れるなっていうね、面白いアタックでした。さあ、ここでまずはルートライダーラッシュ。今回はルートライダーと合わせてやっていくんですけど、今回もタウンホール真ん中にインビジブルタワーがあってってところ、ここスケルトンインビジブルで、このタウンホールを攻撃入れることで、このインビジブルタワーの解除。これもなかなか、おほほ、うんま、面白いと思ってね。これ生で見ててちょっとびっくりしたんですよね、僕。対戦相手が結構ね、あれだったんですよ。最終的に30対30だったんだけど、防衛が取れればワンチャン勝てるなってアタックで、これは失敗に終わったんですけど、この後別の方がね、別の攻め方で取って、ちょっと30、30になっちゃったんだけど、これをね、ライブで見てて、おお、面白いと思ってね、ちょっと紹介しました。前回ならないんでここで止めるんですけど、もう一回ちょっと、ここまで見ていきましょうか。インビジブルタワーはね、さっきも言った通り、ダメージが入ると、解除ができます。ただ、ライトニングとかクエイク、ライトニングで壊せちゃえばいいんだけど、壊せないぐらいのライトニングクエイクじゃ起動ができないようなものになってますと。そうなった時に、ここのタウンホールの方ね、このダメージを与えることで、インビジブルタワーのね、範囲内に入ったので解除ができる。このやり方ね、使いこなせればなかなか面白いですよね。呪文2枠で解除ができるっていうところで、これのいいところはランチャーは兵器を使っちゃうところだったり、ジャイアントアローはやっぱりどうしても、クイーンの装備をジャイアントアローにしなきゃいけないっていうのと、クイーンのクロークの角度をね、決定しなきゃいけないんですよね。いいラインで打ち抜かないと、自分の自由なクロークのタイミングで打てないっていうのも、そこは弱点の一つになってるので、ちょっとね、ランチャーを使わなきゃいけないっていうのと、ジャイアントアラーを角度気をつけなきゃいけないっていうところを考えると、呪文2枠は使っちゃうけど、手軽さみたいなのはあるかな。ユニットの枠数を消費するわけではないからね。これはね、なかなかインビジブルタワーのいい解除法なんじゃないかなと思います。あとはシンプルにね、インビジブルタワーをフリーズかけて、発動される前にタウンホールを壊しちゃうっていうやり方は、シンプルだけど、よく使われてますね。タウンホール真ん中の配置に対して天才ラバルをするときとか、突イエティを真ん中に飛ばして、インビジブルタワーにフリーズをかけることで、タウンホールを先に壊すみたいな。インビジブルタワーが2個ある場合は2個ともフリーズをかけるみたいなね、ヤンキーなこともあったり、片方はライトニングクエイクで落として、残った1本だけをフリーズかけて突破するみたいな。割とオーソドックスなやり方なんですけど、それはもうみんな言わずも知ってるものだと思いますので、今回はちょっとね、3種類紹介しました。ルートライダーラッシュがね、流行ってることによって流行ってる配置が多いので、この取り方を覚えてあげれば、個人的にはウッドランチャーの取り方っていうのを一つ覚えておくと、どの編成でも手軽にね、レジェンドリーグとかでも兵器一つ持ってけばいいだけなので、この手の配置はランチャーが刺さるぞって覚えておくといいかなと思います。他にね、こういう配置の攻略法とかいろいろね、なんかあればください。はい。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。Man, you won't go see my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him dog, I'ma play the ball, cause I gotta go and get him and I really just need it.